時代は戦国時代と呼ばれる元亀3年1572年10月、室町幕府の将軍足利義昭が各大名に織田信長討伐を加盟した信長包囲網が形成されてから2年が過ぎた頃、甲斐、信濃、駿河三国を領する甲斐の虎こと武田信玄は、東の北条家との同盟を成立させると満を持して徳川領への侵攻を開始した。信長に反旗を翻した松永久秀や三好らとの畿内での争いに奔走する信長にとって、成城作戦と呼ばれる武田軍の侵攻は一番恐れていたことであり、将軍義昭にとっては最も期待していた大名が動き出し喜んでいた。武田の動きを信長以上に恐れていたのは、三河遠江を治める当時29歳だった徳川家康。東濃、奥三河、遠江3方向からの同時進行を行う戦国最強騎馬軍団を前に、徳川の領土を守る打開策を見つけられないままでいた。ぼほ、ぼほ。父上、大丈夫でございまするか。おう、大事ないぞ。進行は我々にお任せいただき、親方には、ゆっくりお越しいただくでよいのでは。一枚岩となった今の武田軍に恐れる相手なんぞ、ありませぬぞ。たわけが、ゲホゲホ。その家臣が命取りになるのじゃ。わし自らの行軍だからこそ、この犬以上の天野のように武田に下ってくる豪族も多い。はは。しかし、早いもので、織田信長の犬、徳川家康の居城、浜松城も間もなくですな。家康なんぞ、無理に相手せぬでもよい。岐阜城までは、なるべく兵を温存し、信長が弱っている間に、漁場の岐阜を落とす。岐阜さえ落としてしまえば、家康の求心力もなくなり、武田に下るしか残された道はなくなるでな。の、勘助。父上、勘助はもう10年も前に川中島で散っておりますぞ。そうであったな。最近、夢によう出てくるのじゃ。真田信綱、ただいま帰陣いたした。おう、信綱、待っておったぞ。有益な情報は得られたか。はは。甲斐南部の穴山州ですが、このところ、大した成果を出せておらなかったが、早川流域から捜索を進めたところ、なんと、川底から多くの沈殿した砂金を発見し、金山の話ではない、戦況の方じゃ。空気を読め。あ、そちらの情報ですな。であらば、こちらの絵図にて報告いたしまする。信濃南部で3隊に分かれた我が軍ですが、まず、秋山虎重殿、高坂正信殿の2部隊は3000の兵で、織田領東美濃の岩村城へ向けて進軍。間もなく城を包囲すると思われ、目立った織田の援軍は向かっておらぬ様子。落城も時間の問題かと。山形正景殿が率いる5000の部隊は、東三河の徳川四条、無雪城をあっさり攻略すると、そのまま南下。奥三河の豪族衆を武田方に取り込むことにも成功し、重要拠点長篠城を得たことで、家康の動きを封じることができました。山形隊は、現在、東海の三平城を攻略し、二俣城攻めに向かっておりまする。親方様率いる武田本隊22000は、現在、この乾城まで進軍が完了している状況です。一方、徳川方は、三河の岡崎城に、家康の嫡男、信康が1万でこもり、東三河の吉田城にはおよそ5000、浜松城には家康が8000で武田軍を待ち構えておりまする。今のところ、織田の援軍は入っていない様子。あいわかった。まさに、侵略すること火のごとし。じゃな。しかし、山形正景隊は強いの。奴の部隊には、火のごとき、真紅の甲冑で統一させてやりたいものじゃ。おう、赤で備えるわけですな。正景殿にふさわしきいでたちかと。赤で備える、赤備えと呼ばせようぞ。思い起こせば、正景の父、おぶ、虎正も赤備えであったか。の、勘助。なぜ、誰も突っ込まぬ。まあよい。父上、
この二俣城が徳川にとって遠江の最重要防衛拠点となりまするな。さよう。織田の援軍が入る前に浜松の家康をおびき出せるのが良いのじゃが。よし、皆の衆。明日からの策を申し付ける。武田勝頼を大将に、馬場信房、真田信綱計5000の別動隊で南西に進軍し、多々来城を攻略し、そのまま二俣城まで進軍し、城を包囲せよ。二俣城は相手が打って出てこぬなら無理に戦わず兵糧攻めとするのじゃ。徳川の援軍が出てくる可能性もある。信房は包囲後に3000の兵で天竜川沿いを南下し監視を頼む。残りの17000はわしと共に南西に向かい天形城、飯田城を攻略し、この三河のあたりで一旦陣を張る。織田徳川に動きがあらばすぐさま報告を入れるのじゃ。皆の衆頼むぞ。は、殿、信長殿の書状には何と？これじゃ。わしは機内でも織田大将軍の鎮圧に忙しいゆえ浜松には行ってやれぬ。岡崎、吉田、浜松に援軍を送る手はずは整えたゆえ、信玄の挑発には乗らず浜松で籠城するのじゃ。よいか。城からは出るなよ、出るなよ、絶対に出るなよ。とのこと。これは不利可能。3回念をしたときは逆の行動を取るものじゃなどと後から言いそうですからな。信長殿は。家康様。おお、半蔵。措置が来たということは武田に新たな動きがあったか。さよう。伊平城は武田の山形隊により瞬殺。多々来城も武田の勝頼隊により瞬殺。天形城も信玄本隊により瞬殺。どれも瞬殺じゃないか。さよう。細かい話は尺の都合上瞬殺で片付けた。それならまあよい。殿、うわ、忠勝、驚かすな。そんなつもりはござらぬ。半蔵の知らせから判断するに、中根殿が守る二俣城が武田別動隊の次なる狙いでござるな。武田勝頼隊は5000ほどと聞く。山形隊3000が合流するようなら8000で包囲されることとなる。難攻不落の二俣城といえど耐えられるであろうか。武田本隊や山形隊が加わる前に武田勝頼隊を奇襲で叩いておくべきではないか。いや、しかし信長殿が出るなよと申しておるしの。この浜松城には8000しかおりませぬ。武田の本隊が来てからでは籠城しか打つ手がなくなりまするぞ。殿がこれ以上動かぬと遠江に限らず三河の怒号もさらに武田にくら替えするやもしれぬ。忠勝の言う通り武田軍が分散されておるうちに少しでも武田に傷を負わせておきたいところ。臆病者と言われるのも嫌じゃでの。奇襲策は分かった。ただわしも行くべきであろうか。当然ですぞ。総大将が指揮を取っての徳川兵の鼓舞になりまする。殿、それがしがついてござる。ご案じなさるな。さようか。徳川家康は信長からの出るなよの忠告に反して3000の兵で二俣城に攻めかける武田勝頼隊を裏手から奇襲する作戦に打って出た。二俣城には徳川家臣の中根正輝が1200兵ほどで守っており、家康からの救援が来ることを信じ籠城を選択。その頃武田勝頼率いる別動隊5000は二俣城まで進軍を済ませ北東からの包囲を始めていた。勝頼殿、進軍は順調にございまするな。武田の名を聞いただけで皆怯えて逃げ失せるでの。ただこの二俣城は簡単には落ちそうにもないな。まさに天竜川を背にした背水の陣の献上。しかしこの二俣城は我が軍の補給路確保のためにも必ず落としておかねばならぬ。ひとまず親方が言われる通り本隊が到着するまでは兵糧攻めで参りましょうぞ。信房、分かったぞ。わしは3000の兵で周辺の監視と親方の本隊を導く道を確認して参る。頼むぞ。
馬場信房隊3000は二俣城を離れ、武田本隊との合流地点三日野を目指し南下を開始した。その頃、武田信玄率いる本隊も飯田城を難なく攻略し、三日野を目指し西へ進軍していた。そのことを知らない徳川軍は、本田忠勝を先鋒に3000の兵を率いて天竜川を渡り、二俣城の東側から武田別動隊を奇襲するルートで急ぎ軍を進めていた。家康様、ここから東へ5キロ先の三日のあたりに武田信玄の本隊が迫っておる。何？武田本隊がもうそこまで来ているのか。前方からも武田と思われし部隊がこちらに向かっている様子。これはまずい。見つかれば挟み撃ちを食らう。もう見つかってるぞ。あれは親方を狙う徳川軍か、木っ端みじんにしてくれる。皆の者、わしに続け。武田別動隊の馬場信房隊が徳川軍に気づくと、信玄本隊の奇襲を企む徳川軍と認識し、猛烈な勢いで徳川軍に突撃を開始。殿、うるさい、聞こえておるわ。急ぎ天竜川を渡り、城へ退却くだされ。ここはそれがしが防いでみせまする。頼むぞ。本田忠勝がしんがりを務める形で、家康は天竜川方面へ退却を開始。おや、あれは徳川家康の馬印とお見受けした。これは手柄を挙げる千載一遇の好機。我は本田平八郎忠勝。何人たりともここを通すことは許さぬ。お酒、武田騎馬隊の重みを味わうがよい。馬場隊が本田隊に正面からぶつかり戦闘は始まった。馬場信房は部隊を二手に分け、退却する家康を追う作戦に出る。数で劣る本田忠勝隊だったが、家康が天竜川を渡りきるまでが勝負だと死を覚悟して武田騎馬隊の突撃を防ぎ、なんとか家康が川を渡りきったのを確認すると、邪魔だ、どけどけ。背後の武田隊へ向かい決死の突破を図った。鉄砲が容赦なく撃ち込まれ、バタバタと徳川兵が倒れていく中、忠勝と数名の遠回りは武田隊を突破し天竜川を渡り、なんとか浜松城まで退却をすることができた。信房、ようやった。ありがたきお言葉。されど、あと少しで家康を討てたのでござるが。よいよい。家康を討てなくとも、退却をさせたことだけで、家康の威信は下がるでの。怒号の超劣化よりたやすくなるわい。はは。しかし、本田平八郎とか申したが、信房の騎馬隊にも恐れず、正面から受けたか。臆病家康には、過ぎたる猛将軍を。一騎打ちではおそらく、武田家中には、勝る者はいないと思われるもさ。信房にそこまで言わすもさか、追うてみたいものじゃ。さて、明日には、我が本隊も二俣城に向かう。信房、道案内を頼むぞ。はは。一言坂の戦いと呼ばれる徳川家康の退却戦で痛い目に遭った家康は、武田軍に包囲された二俣城を吸収する動きに出ず、浜松城にこもることとなった。家康殿、お待たせいたした。織田の火星、3000、今まかり越した。おお、佐久間信則殿。3000の援軍、かたじけない。武田軍は、東美濃へも進行を進めており、こちらばかりに兵を回せぬ状況。ご理解くだされ。家康様、二俣城が水源を立てれ、中根殿は降伏。織田領、東美濃の岩村城も、武田の秋山隊により陥落。ついに織田領にまで切り込んできたか。忠次、今一度現状を教えてくれ。は、では、こちらの絵図にて。半蔵の知らせで、東美濃の岩村城、そして、東東美の重要防衛拠点である二俣城が武田支配下になった。すでに、長篠城も武田に落ちているため、ここ以外にも、東三河、奥三河、東美濃あらゆる進路で、織田の居城、岐阜城に侵攻できる状況となっておる。何よりも厄介なのは、これだけ侵略している武田軍に、ほとんど痛手を与えておらず、兵が温存されていることじゃ。合流した山形隊も加えると、今どのくらいなのじゃ。ざっと、二俣城の武田本隊は25000かと。分断された、高天神城と掛川城の部隊を呼び寄せれば、決戦に持ち込めるであろうか。浜松城には、現在、
1万1000、高天神と掛川を合わせても2万もいかぬで、信玄との決戦となると、極めて厳しい戦いになるであろう。三河の兵を動かすわけにもいかぬでな。家康殿、そうであった。主信長より、家康殿への書状を預かっておった。一言坂での失態もお叱りであろうの。家康、武田の騎馬隊に追いかけ回されて、恐怖のあまり脱糞したそうよの。じゃが、品のある笑いが、わしは好みじゃ。でも、まあよい。おお、よかった。信長殿はお怒りではなかったの。安心する内容ではござらん。信玄は、徳川とまともに戦うつもりはない。何度も申すが、浜松城から出るなよ。出るなよ。絶対に出るなよ。おお、またの振りであるか。振りでもござらん。前回で懲りたでありませぬか。この浜松城なら、信玄であろうと、たやすくは落とせぬであろう。信長殿の本体にお越しいただけることを願い、籠城するしかないのでは。安政の言う通りでの。長期の籠城に備えるぞ。すべての井戸の整備と、武器弾薬の確認、収穫前の買い上げも進めよ。半蔵は、二股の武田本体の動きを見張るのじゃ。承知したぞ。ゲホ、ゲホ。父上、大丈夫ですか？顔色がよろしくないです。勝つより、大事ない。親方、間もなく冬がやってまいります。二股では、出狭であるゆえ、急ぎ浜松城を攻略し、浜松にて春まで休養していただければと。春までと、そんな悠長なことを言うてる場合ではないぞ。家康への信頼が揺らいでいる今のうちに、三河を制圧しておかねばならぬのじゃ。信玄、良いものを見つけてきたぞ。おお、佐助。しばらく見ぬ間に忍びらしくなったの。して、何を見つけてきたのじゃ。家康が調合した万能薬だ。脱糞する副作用があるらしいが。奴の調合した薬なんぞ飲めぬわ。あと、家康は浜松城で籠城するようだ。臆病な家康が取りそうな策じゃの。織田の援軍はどの程度じゃ。小高方は佐久間と平手で3000ほどだ。徳川と合わせて1万1000。相手にするほどでもないが、交互の憂いは立っておきたいでの。町を焼いておびき寄せましょうぞ。領民を苦しめることはしてはならぬ。親方、ここは、あえて、こちらの手の内を知らせ、浜松から打って出る絶好の好機を演出してみてはどうであろう。手の内とは何だ。親方様の体調が悪化したため、本格的な冬が来たる前に、急ぎ、三河の吉田城攻略に動き出した。と、浜松の町で噂を広めまする。一言坂での屈辱を晴らそうとする徳川家臣も多いはず。背後から奇襲をする策を思いつくであろうから、おびき出せた徳川勢を一気に叩く。ほう、わしの病を逆手に使うと申すか。策士、真田の考えることは奇抜じゃ。して、どこで迎え撃つ？そうですな。二俣城から吉田城へは、この三方ヶ原と呼ばれる開けた台地を進み、その先の宝田から飯野屋を抜け、東三河につながれる道となりまする。さすれば、我が軍が、この三方ヶ原から先の参道に入ったところを後方から攻めるが、最も効果があると判断しましょうから、我が軍は、宝田の手前で反転し布陣。あとは、獲物が来るのを待てばよろしいかと。あの臆病な家康が、その手に乗るかの。乗らぬなら乗らぬでいいのです。臆病風に吹かれたと言いふらすことで、吉田城攻略もたやすくなりましょうぞ。よし、信綱の策で参ろう。出立は妙も道といたす。佐助は、急ぎ、浜松で噂を広めて参れ。わかったぜ。忍びの働きにより、信玄は重傷。武田軍は浜松城を攻めず、吉田城に向け進軍をするという噂が浜松の町中で広がり、当然ながら浜松城内の徳川家康の耳にも入る。噂が広まった2日後、武田軍は噂通りの焦る素振りで進軍を開始したのだった。家康様、武田軍が二俣城から動き出した。噂通り浜松には向かわず、三方ヶ原台地へ向け慌ただしく進んでいる様子。そうか。
いよいよ動き出したか。信玄が重要というのは誠のことなのか。複数の患者の知らせでも、この度の遠征で持病が悪化したとの情報は得ており、病は間違いないであろう。浜松よりも攻略が優しい吉田城を選ぶのも腑に落ちる。殿、うわ、油断しておった。忠勝、なんじゃ。殿の目の前を悠々と三河へ進軍してゆく武田軍を見過ごせと申すのか。それがしにはそれはできぬ。一言坂の雪辱も晴らしとうござる。5000兵をお預けくだされ。どんぼ切りの味を信玄目に教えてくれよ。待て待て、見過ごすとは言うておらん。浜松に攻めてくる武田軍に対して籠城すると申したまで。あれから状況は変わったのだ。忠次、何か策はあるか。数で劣る我が軍に勝機があるとすれば、ここしかござらぬ。味方が原大地から飯野屋へ向かう道は狭いゆえ、25000兵が細長く連なって進軍するしかなくなる。武田軍が半分ほど味方が原を抜けた頃合いを見て、角翼の陣形で囲い込むように奇襲をかければ、一度に大打撃を与えることができます。よし、その策で参ろう。忠勝、これならよいな。はは。元亀3年、1572年12月の22日、午後3時。いよいよ決戦の時が来た。武田軍25000が三方ヶ原台地を西に進軍する頃、徳川織田連合軍11000は浜松城を立ち、急ぎ北上を開始。三方ヶ原台地に入ると、徳川家康を真ん中に、武田軍の包囲を想定した角翼の陣形へと布陣を整え、宝田の坂に向けて進軍。いよいよ武田軍の最後尾が現れたと思ったその瞬間、いかん、これは待ち伏せじゃ。完全に策を読まれていたぞ。全軍止まるのじゃ。角翼の右先端にいた酒井忠次が武田軍が戦闘態勢で待ち伏せしていることに気づき、急ぎ徳川全軍に進軍を止める伝達を行うも、各部隊が広がっている陣形のため伝達に時間がかかってしまいます。これはいかん。全軍止まるのじゃ。信玄は不自由済みか。25000が魚人の陣形。こちらは11000で角翼の陣形。数の劣勢だけでなく陣形でも不利ではないか。家康、臆病者ではなかったことだけは褒めてやるな。それも、ここから生きて帰れたらの話じゃ。今の衆突撃じゃ。武田信玄の号令とともに、最前線の小山田、馬場の投石隊や鉄砲隊が打ちかけると、うろたえる徳川織田連合軍に向け、戦国最強騎馬軍団の突撃が開始された。最強騎馬軍団、なるほど、強い。じゃが、拙者はそれ以上に強い。平八郎忠勝はここだ。武功が欲しいものはかかってまいれ。本田忠勝隊、榊原康政隊の前線もあり、最初こそ互角に渡り合っていたが、数で劣る徳川織田連合軍の隊列が乱れ出す。敵は浮き足立っておる。今じゃ、押しかかれ。始まって1時間も経たないうちに、田中義経殿の討ち死に、中根正輝殿討ち死に、小田方平手博秀殿討ち死に。家康殿、申し訳ないが、お戦いは退却させてもらう。ご部分も。佐久間殿。援軍の織田隊が退却を始めると、徳川の士気は下がり始め、戦いを続けるのが困難な状況となった。殿、もはやこれまで、ここはそれがしに任せ、急ぎ浜松城へ退却くだされ。無念じゃが、全軍撤退じゃ。家康は本田忠勝隊が背後を守る中、数名の遠回りに囲まれ戦線を離脱。浜松城へ退却することとなった。譜代家臣の夏目義信や鳥居忠宏など多くの家臣が家康を逃すために身代わりとなって討ち死にするなど、およそ2時間の合戦で武田軍が200兵の死傷者に対し、徳川織田連合軍は3000兵を超える死傷者を出し、武田軍圧勝で幕を閉じた。今の衆、この辺でよかろう。暗くなるゆえ、深追いは不要じゃ。家康のしかめっ面は拝めんかったが、気持ちの良い大勝利。今の衆、勝ち時じゃ。
こうして武田信玄と徳川家康の直接対決となった三方ヶ原の戦いは、信長からの再三の忠告を守らず、武田軍に戦いを挑んだ徳川織田連合軍の大敗で終わった。徳川家康はこの戦いを教訓に、徹底した情報収集に基づく戦略立案を行うようになり、同時に武田信玄や武田家臣への尊敬の念も抱き、武田流築城術の導入や、武田滅亡後には武田残党を多く召し抱えるなど、負けから多くを学んだ合戦となった。一方、徳川軍の奇襲を見抜き、戦国最強騎馬軍団の名を全国へ轟かせた武田信玄でしたが、翌年の4月に東三河を進軍中に持病が悪化し、療養のため甲斐の国へ撤退。その道中の信濃小万場で急死してしまいます。武田信玄の死により、成城作戦は頓挫し、信長包囲網も実質的に瓦解することとなり、織田信長は将軍足利義昭を追放し、室町幕府を滅亡させ、権威の回復に成功します。徳川家康は体制を立て直し、領土回復に全力を注ぐことに。そして2年後、織田徳川と武田は長篠設楽原の地にて再び激戦を繰り広げることとなるのです。ここまでご視聴ありがとうございました。生きるか死ぬかの合戦を誰も好んでやってはいませんでした。しかし、戦をしなければならなかった理由がそこにはあり、どうすれば勝てるのかを考え、実践し成功した結果を知ることで、当時の戦国大名の人となりや考え方も見えてくるのではと思います。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。